こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。1月7日水曜日、時刻は昼の1時20分を回りました。いやー、寒いですね。昨日が一番寒かった。今日の最高気温は3度となっているんですけれども、昨日は最高気温が確か3度かもしくは2度ぐらいだったと思うんですよね。めちゃめちゃ寒かった。で、最近はまあご覧の通りだんだんと気温が下がっていって、で立ち止まっているとものすごく体が冷えてくるんですよね。なので今日は久しぶりに歩きながら話したいと思います。とりあえずこの辺りをこうぐるーっと回っていくような感じで歩きたいと思います。今日話すテーマなんですが、全員に好かれなくていい、ある程度は損切りしつつ本当に自分のことに興味を持ってくれる人だけを大切にする、その人にだけ届けることができればいい、こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、話半分でというか気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。結論から言うと、10人中10人に好かれることは 100% 不可能です。それは前の動画でも少しだけ話をしたと思うんですが、無理ですね。友達100人できるかなっていう歌があったじゃないですか。昔小学1年か小学2年の頃だと思うんですけれど、 100% 不可能です。そんなん。だって性格も違ければ考え方も違うわけでして、人間みんな誰しもそんな簡単に分かり合えるわけないじゃないですか。今の世界情勢においてもそうですし、どこかの国が軍事介入したやつとかもそうですけれど、これ一生なくならないんだなって思ったんですよね。で、社会に出てもさ、あるでしょ。その職場の人間関係におけるトラブルとか、それ以外の場面でもあると思うけれど、それぐらいみんな100人中100人もしくは1000人中1000人の人と仲良くなる、そういう人たちに 100% 自分のことを理解してもらうなんてのは不可能なんですよ。これは完全に無理です。今までの経験上それはね、何度も感じたことがあって、別にこの人に嫌われてもいいやっていうのと、あとは最低限この人と仲良くなれればそれでいいんじゃないかなって。むしろ1人か2人3人でも仲のいい人だったり、または相性のいい人と出会えたらラッキーみたいな、それぐらいの気軽な気持ちでいた方が、メンタル的にもだいぶ楽な感じでいられると思うんですよね。負担が少なく、ある程度は損切りしつつも本当に届けたい人にだけ届ける、もしくはなんていうんですかね、こうして YouTube を続けるのにはいくつか理由があるんですけれども、単純に昔の自分に伝えたい、もしくは10代20代の頃の自分に届けたい、そういう思いをイメージしながらこうして話すことが多いんですよね。結局のところ YouTube 以外にノートやポッドキャストとか、それ以外何でもそうですけれど、人間いかに自分自身が満足して暮らしていけるか、自分が少しでも納得のいくような形で過ごしていけるか、そこが重要だと思ってて、この人に嫌われたらもう人生おしまいだとか、この人に嫌われたから俺何やってもダメだって、そんな風にね思う必要ないんですよ。そんな全ての人に嫌われてはいけないとかさ、ちゃんと答える形で対応しないといけないとか、そんな風に考える必要はどこにもないんですよ。ですね、ただいま話をしている最中にこういう場所へ来たわけなんですけれども、今向こうの辺りでですね、除草作業が行われていまして、ちょっと音が響くかと存じます。すいません、ちょっと少し離れます。今回はですね、これご覧の通りワイヤレスマイクをつけた状態で動画を回しているんですが、それでもブイーンという音が響くかもしれませんね。そこら辺はちょっと多めに見てください。
意外と響くな、あれ。ブイーンっていう音が。少し離れます。もう少しだけお待ちください。すいませんね、今ちょっと話の途中でカメラを止めてしまったわけなんですけれども、いやー、相変わらず響きますね。あれ、今どこまで話したんだっけな。あれ、ちょっとすいませんね、今ちょっとカメラを途中で止めたんで、途中どこまで話したかについてなんかうろ覚えなんですけれど、できる限り雑談形式で、このまま話を続けたいと思います。基本的にアドリブで喋ってるわけですので、話してる内容がこう右へ行ったり左へ行ったりとかなんかいろいろあると思うけれど、それもある種のリアリティというか、これも一つの Vlog という形で気軽な気持ちで見ていただけると幸いです。そういう感じでね、こんなノープランな僕に対して、もしくは真面目すぎるのが苦手だったり、飽き性なこんな僕でもこうして YouTube を続けているわけなんですけれど、当然僕を嫌う人だって世の中には必ずいるんですよ。だってそれは先ほども話したように、人それぞれ考え方や価値観は異なるわけですし、昔僕が勤めていた会社でも当然そういうの何度かありましたよ。それはめっちゃ仲の悪い上司や同僚っていうのは何人かいたわけですし、別にその人たちにね無理して好かれたいとか仲良くなりたいなんて思ったこと僕一度もないんですよ。そんな連中と無理して付き合うぐらいだったら、自分と仲のいい人とだけ話をする、その人たちと楽しい時間を共有したりとか、またはその興味関心のある話題について話ができればそれでいいんじゃないかなっていうふうにね思ってたんですよ。それぐらい気軽な気持ちでいていいんですよ。無理して全員に好かれたいとか、一人たりとも嫌われてはならないとか、そんな風に考える必要はどこにもないです。ちょっとここにカメラを置きますね。はい、というわけで今カメラを置いて定点撮影で今こうして一人語りをしてるわけなんですけれども、やっぱりこっちの方がいいですね。なんか両手が空くっていうのと、もう一つはこれまでに何度も話をしてきたように、この屋外の景色を交えながら話をすることによって周辺の景色、この臨場感、そしてこの屋外ならではの広々とした雰囲気を演出することができる。そこに魅力を感じるんですよね。やっぱり適度に体を動かして、外の空気もしくは光を浴びて、野鳥のさえずりだったり、もしくは風のなんていうか木の枝が揺れ動く時の音、そういうのも全部ひっくるめてこうやって自分の体で味わう、そうやって体感していった方がなんていうか小さな幸せ、もしくは多幸感が上がってくるんですよね。これは実際にやっている人でないとなかなか伝わりにくいかもしれませんが、そこら辺は難しいことを考えず、まず一歩外に出て歩くこと、もうそれがすごく大切なんじゃないかなって僕は単純にそう思っています。こうして YouTube を続けるのにもいくつか理由がありまして、これまでの動画でも何度か話をしてきたように、自分がその時その瞬間生きていた記録を残す、その場所にいた時の記録を残すことで、もしくは自分の目で見て感じたことや考えていること、今の心境についてで、もしくは何か単純に自分が誰かに対して共有したいことを全部ひっくるめてこうしてカメラに向かって話をする、そのための手段として僕は今もこうして YouTube を続けています。なんていうんですかね、バズらせるようなことだったり、なんか一気に再生回数をこう爆発的に伸ばすっていうようなやり方はあんまり好きじゃないんですよね。それで見る人が増えたとして、それで急激に登録者数が伸びたとしても、そっから先維持するのって難しいんですよね。ある程度テンションが下がるじゃなくてほとぼりが冷めるというか、いずれもそういう形で伸ばしていくよりかは地道に一個ずつ積み上げていくこと、そうしていく中で自分のことに興味を持ってもらえる、または自分の話を最後まで聞いてくれるような、そういうコアな
ユーザーというかコアな視聴者さんが少しずつ増えていったらいいなっていうような、それぐらいの気軽な気持ちで続けてはいるんですよね。人間誰しもなんだろうな、100% のものを作ることはできないですし、全ての人に気に入ってもらうっていうのは 100% 不可能なんですよ。それは先ほども話したように、一部のユーザーにだけ刺さるようなものを提供していければいいし、または自分のリアル、その自分がこれまで体験してきたことをありのままシェアしていく、そこに対し興味を持ってもらえることだったり、またはそういう感じで横のつながりが少しずつこう徐々に徐々に広がっていったらいいなっていうような、そんなイメージも込めてこうして日々動画を撮り続けているんですよね。あとは単純に僕自身は体を動かすこと、特に散歩するのが好きなんで、散歩してる間に今自分が考えてること、その時その瞬間関心のあることや今の心境についてありのまま包み隠さず話ができるような、そういう場を設けたいと思って、それでその手段としてこうしてカメラに向かって話をする、それが今もこうして続いてるんですよね。いろいろやってきた中でこのやり方が自分にとってすごく性に合ってるなっていうふうに感じますね。YouTube 自体どんなふうに使うかは人それぞれですし、暮らしの知恵というかヒントであったり、もしくはビジネスで役に立つことを提供するって人もいれば、またはスポーツ、スポーツの動画も探せばいくらでもあるんですよ。例えばサッカーで言ったらスルーパスのやり方とか、あとは少しでもボールのコントロールを良くするための蹴り方について解説する人もいるわけですし、柔道で言ったら背負い投げとか巴投げとかいろんな技を動画内で表す、そのやり方を提供するって人もいたりするんですよ。ゴルフだってそうなんですよね。初めてやる方に向けてシェアしているっていうプロの方も当然いるわけですし、何でもそうですよ。 YouTube って自分の興味関心のあることについて適当に文字を打って検索すればそれに近いような動画がずらーっと出てくるんですよ。あれがねめちゃめちゃ面白いなと思って、でそれは学習に関することもそうですし、今の世界情勢に関することや各国地域の歴史について分かりやすく解説している人もいるわけですので、その辺考えると学校の授業よりもはるかに学べることが多いんですよ。そういう面で考えると個人的にはテレビよりもYouTube であったりそれ以外の個人で何かを発信している人たちの情報をもとに自分で調べて自分で見て考えて、自分の意見を持つっていうことがすごく大切なんじゃないかなって個人的にはそう思っています。これはあくまでも僕個人の主観と見解に基づく話ですので、別に自分の考えが正しいとは全く思っていないですし、そこら辺は人それぞれですけれど、これはあくまでも僕個人的な意見ですので、話半分で聞いていただけると幸いです。別に僕のことをとやかく思うのは勝手ですけれど、ただそれを直接言ったところで、それを直接言われたとしても何とも思わないんで、だって人それぞれ考え方や価値観、性格や優先順位とか、何を優先して何を頼りに生きていくか、それは人それぞれ異なるので別にそれはいいんですよ。だってみんな違う生き物なんだからさ、みんな違う人間なんだから、それはしょうがないじゃないですか。だからそういう感じで、ちょっと話を戻しますけれど、いずれも100人中100人に気に入ってもらうとか全ての人に気に入ってもらうっていうのは 100% 不可能ですので、それは世界中どこの国行ってもそうなんですよ。それはだってみんなどこの国でも共通するけれど、みんな自己主張がはっきりとしてるっていうのと、自分にとってこれは別にいいけれどこれは好きじゃないっていうのが、そこら辺の意思表示がはっきりしてるんですよ。あれがすごく分かりやすいなと思って、日本も日本で何て言うんですかね、波風立てないようになだめる形で何ていうかオブラードにこう包み込むような感じで言ってくれることとか、相手を思いやる気持ちっていうのもそれはもちろん大切ですよ。それはすごくいいなと思ってますし、日本のいいところもあれば他の諸外国のいいところもありますし、それぞれのいいところをこううまく組み合わせて
でそれを自分の中に取り入れて、そうやって日々の生活を送る、その後の人生を楽しく過ごすための手段として自分の中に取り入れていくぐらいの気持ちでいた方が、まあなんというか心が楽になるんじゃないかなって、なんとなくそう思いますね。っていう感じで、今思いついたことやありのまま単純に話したいことをメインにこうやって喋ってるだけなんですけれども、すいませんね、これさっきも話したようにこれ全部アドリブですので、一貫性がないというか、もしくは少しずれているところはそれはあるのかもしれないけれど、そこら辺は多めに見てください。これも人間の持つなんていうんですかね、不完全さというか雑味というか、人間の持つ本来のその時その瞬間の瞬発力というか、そういう人間の持ち味をメインにこれから先も話していきたいなって考えてるんですよ。それは過去の動画でも何度か言ったと思うんですけれど、全部一語一句間違えないように話すとか、全て台本通りに決められたことだけを話すっていうやり方があんまり好きじゃないんですよね。それこそ誰かと出会って話をするってなった時、こうやってそう聞かれた質問に対してこうやって手に台本とかその紙に書かれたノートを読み上げながらこう話をするってなんかおかしいじゃないですか。だからそういうのもあんまり好きじゃないっていうか、個人的にはね、そう思ってるんですよ。それよりも自分自身がいろんな経験をしていろんな場所へ行って、でそれを自分の中に吸収していって、そうやって話題の幅を広げていきたいんですよ。なんだろうな、その情報の引き出しをどんどん増やしていって、いろんな知恵と経験を組み合わせて、その上で自分の今考えてることや何か伝えたいことを一つでも多く相手に対して話ができたらいいなっていうふうに考えていますね。これは過去にバックパッカーとして海外を旅していた時もそうですし、道の途中で出会った人たちや、またはこうやってスケッチブックホワイトボードを掲げてヒッチハイクをしていた時もそうですけれど、やはりその時その瞬間偶然の出会いというか、その時出会った人たちと楽しい時間、楽しく話をしながら移動することができる、そのリアリティであったり、そのランダムな展開の中で出会った人と楽しく話ができたらいいなと思って、そういうのも交えてそういう気持ちを大切にしていきたいなと思って、それで今もこうしてカメラに向かって話す、それぐらい気軽な気持ちで続けていてもいいんじゃないかなって、なんとなく僕はそういうふうに思います。あれ、これちゃんと聞こえますよね。これ今このカメラに対してこれBluetooth で接続してるんですよ。Bluetooth で接続するってなった時、あまり離れすぎると途中プツッと途切れてしまうことがあるんですよね。多分これ以上離れすぎると僕の声が聞こえなくなるかもしれないんで、そこら辺がちょっと気になるんですよね。なので今こうしてこのアクションカム、この DJI アクション4に対してこのマイクをつなげて話をするってなった時、なんていうんですかね、この腕1本ぐらいの長さ、この距離がちょうどいいんじゃないかなと思って、っていうのも合わせて、これあくまでも実験として取り入れてるんですよ。一つの実験というか試行錯誤を交えるような形でこうしてカメラを回していますので、今後もいろんなことにチャレンジしてみたいですし、いろんな形式の動画を撮ってみたいなっていうふうに考えていますね。でそれこそそうですね、自分以外の誰かをゲストとして招いて、その上で対談形式で話ができるような、そういう動画も今後撮ってみたいなっていうふうには考えているんですけれども、自分の動画に出演してくれる人をどうやって見つければいいのか、そこが難しいところであるんですけれど、これについては YouTube 以外にノートでも話をしていますんで、ノートは基本的に文章と写真をメインに自分の考えやその時その場所で目にしたものを共有するっていう形で公開してはいるんですけれど、気になる方がいましたらそれは概要欄にノートのリンクを貼っておきますので、是非そちらも見ていただけると幸いです。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。